皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回はお給仕のレポートではなくて、バンドメイドワールドツアー2026ヨーロッパツアーへの遠征帰宅についての日本出国からヘルシンキ経由でドイツミュンヘンに到着するまでと、ダウンロードフェス終了から翌日ロンドンから日本に帰国するまでの Vlog というか画像や映像もあまりないので語りみたいなレポート、いや日記です。ということで、お給仕の様子などを見たい方は全く見ていただく必要のない動画ですし、バンドメイドは一切出てきませんし、それらは別途動画を投稿していますので、そちらをご視聴いただければと思います。ただ、ヨーロッパへ旅行する方にとっては、最新の情報としてお役に立てるかもしれませんし、日本への帰国時も最近は手続きが一部変更されていますので、そういったノウハウ的な観点も含めてのレポートにもしています。ということで、レポート、いや日記に入ります。まずは事前準備からです。仕事の都合上さすがに2週間は休めませんでしたので、私のヨーロッパ遠征はドイツ3公演目のミュンヘンテフェニクムからになりました。そもそも他のバンドも含めて海外までライブを見に行くなんて私の人生の中で想像すらできないことでしたし、バンドメイドにハマってからでも海外遠征するようになるとは全く思っていませんでしたので、我ながら私のハマった沼の深さに驚くとともに自分自身の人生の幅が広がったように思えて、びっくりするやら嬉しいやらという感覚です。ということで、私にとって初のヨーロッパ旅行となるわけですが、私のこれまでの海外旅行経験は基本ツアーでの旅行でしたので、旅行会社で全てを手配してもらって添乗員の方の言う通りに行動していればよかったような旅行です。しかも絶対複数人で行動していましたので、わからないことがあってもお互い確認し合ったりできましたが、今回は全くの一人ですし、そもそも20年以上ぶりです。パスポートも期限切れしてから10年以上経っていましたので、今年の1月に再申請して取得したような感じです。ということで、今回は何もかも自分で調べて飛行機やホテルを予約したり、ヨーロッパへ行ってからの移動方法とかも検討する必要がありました。と言いつつ、幸い同じく遠征される日本人ご名手様で、以前ヨーロッパに住んでいた方や旅慣れている方もおられたので、いっぱいアドバイスや情報をもらったり、例えばミュンヘンからパリへ移動の時の ICE と TGV、パリからロンドンへ移動の時のユーロスターは乗車券をまとめて予約してもらって一緒に移動させてもらえることになったり、宿泊するホテルも教えてもらってできるだけ同じホテルを取るようにしたりして、めちゃくちゃ助かりましたし、心強かったです。あとディスコードに今回一緒に行動するメンバー専用チャットルームを作ってもらったりもして、本当にありがたかったです。ただ当然飛行機とホテルの予約は自分でしなくてはなりません。私がこれまでメインで使っていた楽天トラベルとかは当然使えないので、初めてエクスペディアで予約して本当に予約できたかをメールを送って確かめたり、飛行機もお気に入りのピーチは当然使えませんし、少し高くても初心者向けの安心安全を優先させようと JAL で申し込むことにしました。でもちょうどいい感じの時間を選ぶと、フライトは大阪伊丹から羽田、ヘルシンキ、ミュンヘンと2回乗り継ぎという難易度になって、しかも JAL は伊丹、羽田間だけで、あとはフィンエアーということで、ちょっと思っていたのと違うみたいな形になりました。と悪戦苦闘しながらも、なんとかホテルも飛行機も予約して、日付とかも何度も確認して、これでいけてるはずと安心した後にダウンロードフェスへの出演が発表されます。無理無理とか思ってどうしようかと悩んでいたのですが、やっぱりどうせなら行きたいってなって、悪戦苦闘して予約した飛行機の帰国便の取り直しとホテルの延泊が必要になりました。でも心を決めて、よしやるぞって感じで変更して、なんとかかんとかできました。ちなみにそうやって予約した飛行機とホテルについて参考までに費用を共有しておきますと、飛行機代は往復で約30万円、ホテル代はミュンヘンは3泊で約 4.3 万円、パリは2泊で約 3.9 万円、ロンドンは3泊で約 6.5 万円でした。イランの件でサーチャージが上がる前だったので、今から考えるとこれでもかなり安いんだと思います。あと一緒に行動させていただくお名手様に、イギリスへ入国するには ETA の登録が必要という情報を教えてもらったり、外に出るとトイレがあまりないので事前にバーやマクドナルドの位置を確認しておいた方がいいし、有料のところが多いので小銭を持っておいた方がいいとか、公共交通機関利用はアプリ入れた方が便利とか、いろいろ教えていただきましたので、その通り準備しておきました。ちなみに乗車券のアプリは、ミュンヘンは MVVAPP とかいうアプリ、パリは iPhone の場合はウォレットにナビ Go というモバイルスイカみたいなアプリを追加して、そのアプリに乗車券を購入するためのボンジュール RATP というアプリのダウンロードを行っておきました。
ロンドンはクレカタッチで行くそうということでしたので、特に準備しませんでした。あとイギリスといえばロンドンからダウンロードフェス開催地のダービーへの移動はどうしようかと思っていたら、レンタカーに同乗させてもらえることになって、ありがたすぎて持つべきものはお名刺様仲間というのを心底感じた次第です。それと最重要ともいえるスマホの通信については eSIM の情報とかもいただいて、自分でもいろいろ調べたところ、私はドコモユーザーですので、ポイ活マックスとかいうのに契約変更すれば何も購入しなくても海外で15日間使用できると近所のドコモショップで教えてもらい、今回の予定的にはバッチリでしたし、そもそも D カードを使いまくっていることもあってお得になるので、すぐに契約変更しました。あと現金もある程度必要になりますので、大阪駅前第2ビル地下のチケット売り場でドイツ・フランス用にユーロを10万円分、イギリス用にポンドを5万円分買っておきました。ユーロ用とポンド用に100均で財布を2個買っておいたのですが、結果的になかなか便利でした。ということで、とにかくミュンヘンのホテルにまでたどり着けば、あとはなんとかなりそうという状況まで、いろいろな方のお力を借りてですが持ってこれましたので、残る問題は一人で行動しないといけない日本からミュンヘンへの予定と帰国時の移動に絞られました。これはもう調べるしかないので、JAL のサイトや YouTube とかで事前確認してイメトレして、旅のしおりじゃないですけど、何日の何時に何をするみたいなリストを準備して、各種チケットのスクショを取ったり、 Google マップのミュンヘン、パリ、ロンドン付近をダウンロードしておいたりしました。これでとりあえず事前準備は万端ですので、あとは荷物を準備するだけです。洗濯とかはできない場合も考えて、晩目 T シャツは日数分以上、タオルは最低4組準備して、海外ということで変圧器や燃えにくいモバイルバッテリーやスキミング防止カードケースなんかも購入しました。日本と違ってホテルにはアメニティがないところも多いという情報もありましたので、歯磨きセットやシャンプーセットとかも購入しておきます。ダウンロードフェス用に小さくて携帯できる椅子なんかも買いましたね。あとこれまでいっぱい引いたくじの景品でダブついているものを見繕って持っていくことにしました。それらをレンタルした90リットルのスーツケースに詰め込んで出発当日を待ちます。出発1週間前に台風6号発生と日本横断のニュースが入ってきて、再チャンパワーを再認識し、出発日あたりが一番やばそうとやきもきしながら天気予報をチェックしましたが、なんとか出発前日に通り過ぎてくれました。ということでいよいよ出発日の6月4日木曜日、台風一過の晴天とはなりませんでしたが、問題ない天気で飛行機は無事飛びそうです。18時25分発の羽田行きの飛行機に乗るべく、昼過ぎに自宅を出発し伊丹空港へ向かいます。伊丹空港に15時頃に着きまして、3時間前から手続き可能となっていましたので、早速手続きを開始します。伊丹空港は国内線搭乗手続きカウンターしかありませんので、 JAL のカウンターで聞くと自動チェックイン機でやるように言われ、ちょっともたもたしているとスタッフの方が優しく教えてくれて、13桁の予約番号とパスポートで無事自動チェックイン機でチェックインして3枚の搭乗券をゲットさせてもらいました。それで自動荷物預け機にスーツケースを預け、行き先がミュンヘンまでのスルーバゲージになっていることを確認しておきます。一応ロストバゲージに備えて、手荷物に貴重品はもちろん数日分の晩目 T シャツとタオル、下着とかは分散して持っておくようにしておきました。伊丹空港では出国手続きができませんので、搭乗時間まであとは特に何もすることはありません。でもとりあえず保安検査場は通過して搭乗口を確認しておいて、出発ロビーで過ごすことにします。ドコモの D カード特典でラウンジを使えるとなっていましたが、慣れないことはやめておこうと普通に待つことにしました。ちなみにプライオリティパスっていうのも無料だったので申し込みはしておいたので、海外の空港でもラウンジが使えるようにはしておきました。結果的に使う余裕はなかったですが。ということで、いよいよ羽田行きの飛行機の搭乗時間となりましたので、18時25分発、19時40分羽田着の JAL で羽田へ移動します。途中飛行機の窓から雲の上に頭を出す富士山が見えました。羽田にほぼ定刻通り到着して、初めての羽田でのトランジットです。乗り換えの案内板に従いながら進んで、制限区域内移動用のバス乗り場でバスを待ちます。このバスは12分間隔で運行されているようでしたので、5分ほど待ってバスに乗って国際線第3ターミナルに移動します。夜だったからか乗客は私含め5人でした。空港内を走るバスなのでちょっと珍しいと思いまして、車窓を取ったりしておきました。第3ターミナルに着いて3階に上がって出国手続きをします。夜なのに結構人がいっぱいいました。もう搭乗券はあるので出国手続きからになりますが、とりあえずそれらしき列がありましたので、係員さんに確認してそこに並びます。結構な行列でしたが、手続きはパスポートと搭乗券を見せるだけでしたので、進みは早く30分くらいで手続きを終えれました。
続けて保安検査場です。リュックに入れたパソコンは入れたままでいいみたいでしたので、ポケットに入れたいろいろなものは全て出してゲートを通過します。基本透明のケースに薬とかケーブルとか入れて、怪しいものは何もないですよ感を出しておきましたが、それもあってか特に何事もなく通過できました。そこからヘルシンキ行きの搭乗口を確認して搭乗口に向かいます。搭乗口の待合スペースに着いた頃を見計らってか、アナウンスで伊丹からお越しのペケペケ様って呼ばれて、ちょっとビクビクしながらカウンターに行ったのですが、単なるパスポート確認されただけでした。20時を過ぎていましたのでお腹が減りましたが、飛行機に乗って1時間後に機内食が出るということでしたので、何も食べずに置くことにしました。ということで、いよいよ6月4日21時50分発、現地時間6月5日4時40分ヘルシンキ着のフィンエアーに乗り込みます。予約時に席を指定できずそのままにしていましたので、席は自動的にあてがわれたのですが、64D と真ん中ブロックの通路側だったのでトイレとか行きやすくて良きでした。ですので窓の外は撮影できませんでしたが、各席のディスプレイに飛行機カメラの映像が映るようでしたので、それで離陸の様子を見られました。エア枕と USB ケーブルを取り出したリュックを足元に押し込んでシートベルトを締めて離陸を待ちます。貴重品は晩目ショルダーバッグに入れて肌身離さないようにしておきました。出発時間になっていよいよ初のヨーロッパへ向けて離陸です。無事羽田空港を飛び立ちまして、ルートを見るとロシア上空を避けてベーリング海峡を抜けて北極経由の経路のようです。なので羽田を飛び立って北東に飛んでいく感じになりました。1時間ほどすると機内食が運ばれてきましたが、席が後ろの方でしたので配られたのは0時くらいでした。遅い夕食でしたがお腹も満たされて満足しましたので、あとは寝るだけです。ただ機内はブランケットをかけてもかなり寒かったです。途中寒さで起きたりしながらも結構寝れまして、モニターを見ると北極海を進んでスカンジナビア半島に差し掛かるあたりでした。朝食として2回目の機内食が出てきまして、これも美味しくいただいて、あと1時間ほどでヘルシンキです。目の前のディスプレイで乗り継ぎ便を選んで乗り継ぎの仕方とか、予定に比べて現在の状況がどうなっているのかとかも見られるので、見ているとどうも到着が40分ほど遅れていて、最初間違って選んだ1本早いミュンヘン行きと勘違いしてトランジットが45分くらいしかないと焦ったのですが、自分の搭乗券を確認すると次の便だと判明し安心しました。ということで定刻より40分ほど遅れてですが、ヘルシンキバンダー空港に無事着陸しました。iPhone の設定をローミングオンに切り替えてフライトモードをオフにすると時刻が自動的に現地時間になって感心しました。 YouTube でイメトレした通り、まずはエスカレーターで2階へ上がってひたすらトランスファーと案内されている方っていうか、日本語でも乗り継ぎカウンターって書いてある方に歩いていきます。途中で喫煙ルームがあったので15時間くらいぶりに吸っておきます。それでまずは入国審査です。フィンランドもドイツも宣言圏内ということで、ここヘルシンキで入国審査になります。この辺からは撮影禁止エリアのはずでしたので映像はなしです。事前学習した時には出発ゲートを確かめてから入国審査に行くだったのですが、ゲートを確認せずになんとなく列に並んでしまって不安だったのですが合ってました。よかったです。2026年4月から入国手続きが EES というシステムに全面切り替えされており、パスポートに入国のスタンプを押してもらうのではなくて電子的に記録する方法に変わったみたいです。でも特に何か事前に準備する必要はなくて、パスポートを機械に読み取らせて顔写真と指紋を取られるだけです。隣の人とおしゃべりしてたゲート職員の横を何を聞かれることもなく通り抜けます。ということで30分ほどで入国審査を終えて、これで晴れて宣言圏内に入国できました。入国審査を通過すると売店やカフェとかがたくさんあって一気に華やいだ雰囲気になります。とりあえず表示板でミュンヘン行きの搭乗ゲートが 31E であることを確認して、まずはそちらへ向かいます。 31E は1階にあってちょっと狭くて変わった雰囲気でした。搭乗口も確認できたので2階に戻って売店とかを散策します。日本で両替してきたユーロが50ユーロ札ばっかりだったので、崩すためにもこんな勝手な旅行に快く送り出してくれた妻のお土産をマリメッコで買ってトイレ用の1ユーロ硬貨を何枚かゲットしておきます。そうこうしていると7時を過ぎましたので、搭乗口に戻ったらもう搭乗が開始されてました。というのはボーディングブリッジではなくて、そこからバスに乗って飛行機のそばまで行くみたいで時間がかかるからですね。で、飛行機のすぐそばに着いたバスを降りてタラップを登ってそのまま飛行機に乗り込みます。それでほぼ定刻通り8時発、現地時刻9時35分着のミュンヘン飛行機が離陸しました。フィンランドとドイツは1時間の時差がありますので、搭乗時間は2時間半くらいです。席は 38E で真ん中ブロックの真ん中、ど真ん中でしたが、あっという間にミュンヘン空港に着いた感覚でしたので問題なかったです。
ということで、なんとか無事ミュンヘン空港に着きましたので、あとは伊丹で預けたスーツケースが無事届いてるかです。まずは人の流れについていって、手荷物受け取りレーンを目指します。通路を歩いていって、エスカレーターを降りたところが手荷物受け取りレーンでした。ヘルシンキからの便のレーンか確認して待ってたら、無事スーツケースが流れてきました。よかったです。荷物を受け取って、あとは最終工程となるホテルを取っているミュンヘン中央駅に S バーンという鉄道路線で行くだけです。これも何回もイメトレした通りに S バーンと書いてある方に歩いていけばいいのですが、 YouTube でイメトレしたのは第2ターミナルからのもので、今回は第1ターミナル着でしたので、すぐに S バーンの切符売り場があって逆に戸惑ってしまいました。でもまだ10時くらいですので、あまり早く行ってもホテルにチェックインできないので、ここで早めの昼食をとっておくことにしました。第1ターミナルと第2ターミナルの間の広場にあったエアブロイというお店でホワイトソーセージと少しだけビールを注文しました。さすがドイツ、ソーセージもビールも美味しかったですし、屋外みたいで明るくてすごく雰囲気が良かったです。翻訳アプリでお会計を済ませて、チップもなんとか渡せて、いよいよ最終工程に向かいます。ということで、改めて S バーに乗ろうとチケットを買うわけですが、ここでアクシデントが発生しました。最初はアプリで買おうとしたのですが、途中でよくわからなくなってしまったので、券売機で買うことにしました。ここでも小銭を作りたかったので、キャッシュで払おうとしていたら、後ろからどうも係の方が、この券売機は今キャッシュを使えないみたいなことを教えてくれて、途中でやめて違う券売機に移ります。係の人に支援してもらいながら、なんとかチケットを買えて、チケット代 15.1 ユーロに対して50ユーロ札を入れたら、チケットは出てきたのですが、お釣りが出てきません。係の人も何とかしようとしてくれたのですが無理で、横にあった総合窓口みたいなところに並べと言われて並びました。もう係の人はいなくなったので、いきなりドイツ人と1対1で話さないといけません。と言ってもドイツ語はもちろん英語も喋れませんので、翻訳アプリに事情を入れてみせたら結構スムーズにお釣りを返金してくれて一件落着しました。でも買ったチケットの時間が迫ってましたので、急いでホームのある地下に降ります。ちなみにドイツの鉄道は改札がなく、そのまま電車に乗り込めます。性善説で成り立っているようですが、たまに検察されて、その時に正しい乗車券がないと60ユーロとかの罰金を払わされるので、必ず乗車券は間違いなく購入しないといけない感じです。乗車券は持ってても時刻を打刻していないとダメとかのドラップもあるみたいです。空港からは S1 と S8 の2路線あって、ミュンヘン中央駅にはどちらの路線でもほぼ同じ時間で行けるみたいですが、今回は S8 の電車が来たのでそちらに乗りました。でかくて細長い山手線みたいな感じですね。ということで、しばらくのどかな車窓を眺めながらミュンヘンでの鉄道移動を味わいます。車窓がだんだん都会になってきたところでミュンヘン東駅に着きました。このミュンヘン東駅がお給仕会場のテフニクムの最寄り駅です。電車はここから地下に入って4駅ほどでミュンヘン中央駅に着きました。全行程45分ほどでした。ということでついにやりました。一人でミュンヘン中央駅まで来れました。ダンケシェーンです。でもホテルにチェックインするまでまだ安心はできません。チェックイン時刻の15時にはまだ早いのですが、スーツケースだけ預かってもらえればと、まずはホテルに行ってみます。Google 翻訳アプリを使って荷物預かってもらえますかみたいに聞いたら、予約も確認せずに番号札みたいなのを渡されて、そこに入れておいてみたいに言われて、荷物預かりの専用部屋みたいなところに入れる感じになりました。本当に予約できているのかが確認できなかったので、一抹の不安を残しながら、とにかくスーツケースを預かってもらったので身軽になれました。ミュンヘン中央駅地下のドラッグストアみたいなスーパーによって職場用のばらまき土産を買っておきます。メルシーっていうチョコレートが個包装なのでそれにしておきました。あと歩いて行けそうなので、歩行者天国みたいなところを歩いてマリエン広場に行ったり、アイコスショップを見つけて補充したりして時間を潰しました。そんなこんなで15時近くになりましたので、ホテルにチェックインします。パスポートを見せて何事もなく無事チェックインできまして、ルームキーを受け取ります。古いホテルでしたので、ルームキーは物理キーなので、キーを差し込んでドアを開けるタイプのやつです。シャワールームとトイレはこんな感じで、ドライヤーはありましたが、アメニティはやっぱりほぼなかったので、日本から持ってきて正解でした。ベッドはこんな感じです。ツインなので広くてよかったです。テーブルも椅子もありますので、パソコンで動画のシナリオを作ったり、動画や画像を取り込んだりも問題なくできそうです。窓の外はミュンヘン中央駅ビューですね。窓側から見た部屋はこんな感じです。十分ですね。
ということで無事ホテルにチェックインできましたので、私の初の一人でのヨーロッパ旅行、出国からホテルチェックインまでは無事達成できました。あとは必要な荷物を出したりして、明日のお給仕に備えて準備して、夕食は駅前のパン屋さんで買ったパストラミサンドイッチと水で済ませて、シャワーを浴びてベッドに着きました。もともとはここで終わろうとしていたのですが、帰国時も一波乱ありましたので、付け加えることにしました。種々の理由で映像はほぼないので、語り中心になってしまいます。ということで、6月12日のダウンロードフェス終了時からとなります。ダウンロードフェスを終え、またレンタカーに乗せてもらい、ホテルに戻ろうとしたのですが、途中高速道路が通行止めになっていて、一般道の抜け道みたいな道を走ることになったため、結局深夜の2時過ぎにホテルに着く感じになりました。ここまで長時間運転いただいたお名手様は、さらにガソリンを入れてレンタカーを返しに行くという仕事が待っています。もう感謝という言葉では表せないくらいでした。で、4時間ほど寝て、その翌日6月13日6時くらいに起床します。もう同行してくれる仲間はいませんので、一人で帰国しないといけません。私の帰国便はヒースロー空港から13時5分発のブリティッシュエアウェイズで羽田までの直行便でしたが、私が JAL のサイトで調べたところ、ターミナル3となっていましたので、そこに行く気満々でした。でも前日に JAL はターミナル3だけどブリティッシュエアウェイズはターミナル5だよと教えてもらって、再度調べるとどうもそうらしいので、幾ばくかの不安を抱えながらもターミナル5に向かうことにします。ホテル最寄りのセントパンクラス駅からヒースロー空港への電車での行き方は3種類あって、1時間くらいかかりますが、一番安くてシンプルな方法はセントパンクラス駅からピカデリー線という地下鉄に乗って乗り換えなしで終点まで行く方法。もう一つは途中で地下鉄を乗り換えて最新の地下鉄線のエリザベス線で空港まで行く方法。最後、最も費用が高いけれども最も短時間で行けるセントパンクラス駅からパディントン駅へ地下鉄で行って、そこからヒースローエクスプレスという成田エクスプレスみたいな電車に乗る方法です。私は当初その最後のヒースローエクスプレスで行こうと思っていたのですが、チケットがうまく買えるか不安もありましたので、乗車経験済みの地下鉄だけかつ1本で行けるピカデリー線で行くことにしました。それで搭乗3時間前の10時くらいに着けばいいのですが、着いてから待てばいいかと思って、かなり早い7時前にホテルをチェックアウトして駅に向かいました。結果的にこれがナイス判断でした。なんとかピカデリー線乗り場へたどり着いて、行き先表示板を確認します。というのは、ピカデリー線は途中で枝分かれしているので、行き先を確認する必要があるからです。でも掲示板を見ると、途中のハイドパークコーナー駅行きの電車ばっかり表示されています。電車に乗り込もうとする人に、ヒースロー空港行けますか的なことを聞いたら、乗り換えれば行けるよ的なことを言われたので、乗り継ぎみたいな感じになってるのかなとか思って、とりあえず乗車してみました。それでハイドパークコーナー駅で降りたのですが、乗り換えるような感じではありませんし、今乗ってきた電車は折り返す感じになっています。それでホームにいた職員さんみたいな人に聞いたら、一駅前のグリーンパーク駅に戻れ的なことを言ってきますが、早口の英語なのでよくわかりません。とりあえず反対側のホームの電車に乗ってグリーンパーク駅に戻ってみたのですが、でって感じでよくわかりません。ネットでお名手様たちに助けを求めようとスマホを見ると、ずっと一緒に行動していたお嬢様お名手様から、ピカデリー線は今は空港に行かないらしいという LINE 連絡が来ました。後で調べたところによると、土日祝日とかイベントがあるときはピカデリー線は空港に行かないらしいです。そんなことは知らないわけで、パニックになりそうになるのを抑えます。幸い早く出発したので時間は十分に残っています。その名手様に LINE でセントラル線に乗り換えて一駅くらいで空港まで行くエリザベス線に乗り換えられると教えてもらい、電車に乗ったら間違って反対方向に行ってしまい、またハイドパークコーナー駅に戻ってしまいました。慌てて戻るのですが、また降りる駅を間違えて途中で降りてしまったりと、冷静さを欠いた行動をしてしまいます。深呼吸して落ち着いて路線図を見直して、ホルボーン駅に行ってセントラル線に乗り換えて、西へ一駅のトッテナムコートロード駅に行けばエリザベス線に乗り換えられるというのを自分でも確認して、次に来たピカデリー線に乗ります。ホルボーン駅に着いたのを確認して降りて、案内表示に従ってセントラル線に乗り換えます。方向を間違えないように西行きのホームに降りて電車に乗ります。来た電車に乗って一駅目のトッテナムコートロード駅に無事着いて、エリザベス線と書いてある方に進んでいきましたが、どうも改札を出さされる感じです。でも行き先表示を信じて改札を出ると、すぐにエリザベス線の改札がありましたので改札を入ります。
これまでの100年以上前みたいな地下鉄と違って、ものすごく近代的な地下鉄ホームに感激しながら、行き先表示を見ると、13分後にヒースロー空港ターミナル5行きの電車が来ることになっています。やっと安心できて肩の力が抜けました。ヒースロー空港ターミナル2、3、4行きとパディントン行きを見送って、いよいよ次と思って待っていると、いきなり行き先がパディントン行きに変更されます。しかも LINE にエリザベス線が空港手前で10分以上止まってるという情報も入ってきます。次に来たヒースロー空港ターミナル2、3、4行きの電車に乗り込みながらも、ここで私は途中のパディントン駅で降りてヒースローエクスプレスに乗ることを決断します。2駅先のパディントン駅で地下鉄を降りて、地上のナショナルレールのホームへ向かいます。ホームにあった券売機でチケットを買おうとしたのですが、やっぱりよくわからずにもたもたしていると、後ろにいた職員さんみたいな方が声をかけてきてくれて、I want to go to Heathrow Airport Terminal 5とか言ったら、ハンディターミナルで操作してくれて、これ詐欺だったらやばいなとか思いながらもカードをタッチすると乗車券が発見されました。すぐにその乗車券を使って改札を入って、それらしき列車に乗り込みます。一応すでに乗られていたお客さんに Is this the Heathrow Express? とか聞いたら Yes って言ってくれたので一安心です。ちなみに日本に帰ってからクレジットの請求を見たら5825円とかなりの高額でしたが、値段を確認する余裕はありませんでしたし、背に腹を変えられない状況でしたから、分かっていても絶対乗ってたと思います。時間を見ると9時過ぎ、2時間くらい地下鉄をさまよっていた形になります。早く出ておいてよかったと自分を褒めておきました。もうそこからは座席に座ってのどかな車窓を見ながら、15分くらいで目的のヒースロー空港ターミナル5に着きました。そこからエレベーターで3階に上がり、予約している搭乗便が表示されているのを確認して、ターミナルもここ5で合っていることが分かり、脱力するほどホッとして、一服したタバコはものすごく美味しかったです。まだ手続きできる時刻には若干の時間がありましたので、なんとなく入国手続きと税関申告用のビジットジャパンにログインしたら、内容が更新されていて、追加入力が必要になっていましたので入力しておきました。気づいてよかったです。それで搭乗3時間前の10時5分になりましたので、オンラインチェックインして自動バゲージドロップ機にスーツケースを預けます。前の人がやっているのを見て予習しておいて、パスポートとスマホの搭乗券の QR コードを読ませて、出力されたシールと控えを受け取ります。控えを見るとヒースローから伊丹となっていましたので、帰りもスルーバゲージなんだと思っていたのですが、ものすごいトラップだというのが後で分かりました。それでなんとかスーツケースを預けて出国審査から保安検査場を通過するのですが、ここのセキュリティチェックは厳しくて、ポケットに入れたポケットティッシュやハンカチも出してトレイに入れ直さないとゲートを通れず、検査装置を通過したポケットティッシュもめちゃくちゃ出して調べられました。そんなこんなでなんとか保安検査場を通過して搭乗ロビーに入ると、めちゃくちゃ人がいっぱいで、とりあえず搭乗ゲートを確認しようとしたら、あと1時間後ぐらいに決まるみたいな表示になってます。仕方なく近くのコンビニみたいな店でパニーニみたいなのとコーラを買って食べたり、トイレ行ったりして時間を過ごします。出発の1時間ほど前にやっとゲートが表示されたので、そこに行くともうすでに搭乗する列ができていて、私も並びます。ボーディングブリッジはなくてバスで飛行機のところまで行くパターンのやつでしたので、バスに乗ってタラップのところまで行きます。タラップを上がって無事羽田行きブリティッシュエアワイズに乗り込むことができました。またまた自動的に当てがわれた席は左ブロックの真ん中の席でしたが、これで帰れるとの安心感が勝りました。帰りは北極経由ではなくユーラシア大陸横断の形でした。それで途中ビールとおつまみとか機内食も2回出ましたが、特に到着直前の朝食のマッシュルームが美味しかったです。寝たり映画見たり機内食食べたりしながら13時間ほどで無事羽田に着きまして、ビジットジャパンの QR コードを機械に読ませて入国手続きから税関です。てっきりスルーバゲージだと思っていた私は、税関出口でパスポートを提示すると、職員さんが荷物を受け取らないといけないよと教えてくれます。確かに調べると税関とかもあるので、入国最初のところで荷物は受け取らないといけないみたいでした。危なかったです。それで出口から戻って私のスーツケースが流れてくるのを待っていると、空港職員らしきお姉さんが伊丹空港へお越しのペケペケ様と私の名前を呼んできます。はいと応じると、どうも到着が遅れたのでトランジットの12時30分発の伊丹行きの JAL に間に合わないということで、14時発の ANA に振り替えたとか言ってきます。
確かに羽田から伊丹の搭乗券を出そうと何度もチャレンジしたのですが、 QR コードを取得できなかったのはそういう理由かとも納得します。それでスーツケースを受け取った後、税関を出て左に行くのではなく右側に行って ANA のカウンターでチェックインして、そのスーツケースを預けて連絡バスで第2ターミナルへ行けとか言われます。 JAL から ANA の振り替えなんてあるんだと驚きながらも、知らずに税関出てたら大変だったなと税関職員さんにも感謝しながら、流れてきたスーツケースを受け取って税関を出て、言われた通り右側に歩いていくも ANA のカウンターはなくてプレミアムカウンターとかいうのがあるだけです。でもそれしかないので窓口に行ってカクカクしかしかと説明するも、最初は搭乗チケット見せてくださいとか不可能なことを言われます。でもよくよく調べてもらったら私の名前で確かに登録はあるとなりました。で、晴れてスーツケースを預けて搭乗券ももらって連絡バスに乗り込みます。ずっとなくて不安だった羽田から伊丹の搭乗券が手に入りました。それでバスに乗って無事第2ターミナルに着いて保安検査を通過して、搭乗口に伊丹行きを見た時には本当に脱力して肩の力が抜けました。少し時間があったので温かいそばを食べて日本の出汁の味にさらにホッとして、帝国通りで ANA に乗り込み1時間ほどで無事伊丹空港に着いて、車で迎えに来てくれていた妻と合流して車を運転して家に帰ることができました。と、最後までなかなかハプニング満載だった楽しいヨーロッパ遠征旅行もこれで本当に完結です。いろいろ大変でしたがちょっと癖になりそうでもありました。はい、ということで今回はこれだけです。それではまた次回。